修旅行にいただきます。おはようございます。私はおばさんバックパッカーのあいろ70です。YouTube 動画を投稿し始めて来月で丸2年になるんですが、2025年は世界一周の旅に出ようとしています。主婦で子供が3人いるので、一気に世界一周をできないと判断しました。それで世界一周の旅を4分割したんですが、その第1期の旅が明日出発することになっています。出発地が初めて行く空港なんですが、神戸空港で朝の1時5分の飛行機でまず羽田に飛んで、そこから目的地のインドまで行くので、私の住んでいる場所からだと朝7時神戸空港発の飛行機に乗るのは無理なので、前日の今日この家を出て三宮のホテルで全泊という形をとって明日神戸空港から出発します。今朝なんですが、荷物を早くまとめて、ちょっと家のことを残していることがあるので買い物に行ったり、そういう時間に当てようと思ってます。まず3つのパートに分けようと思うんです。1つ目はこの第1期の世界一周の旅の工程を紹介します。で、2番目にパッキングをして、で3つ目に前の動画でご質問いただいたことに関して答えようと思っています。注射は受けたか、どのようなクレジットカードを使っているか、海外保険には入ったかというこの3つのことにご質問にお答えします。それではまず1つ目ですね。工程を簡単に紹介します。明日神戸空港から羽田に飛んで、そこからインドのニューデリーに行きます。私はなぜインドを選んだかっていうのは、どんな国っていうすごい好奇心があったんです。人口が世界一で、今年 GDP を日本をもう抜くらしいんです。で、世界のトップ企業の CEO だとかそういう方たちがインド出身の方が多いんですね。ちょっとそういうどんな国っていうところが見たいので行こうと思いました。でニューデリーではタージマハールに行こうと思ってます。で、ニューデリーそこで過ごしたら次南に移動します。ケララ州のコチという場所なんですが、北を見たなら南も見ようということで決めたんですけど、あんまり情報もなくノープランです。ただちょっと泳げるかもしれないということでプールのあるお宿を予約しました。で次インド終わったらサウジアラビアに飛びます。町はジッダっていうんですか、西側にある紅海に面している第2の都市、そこに飛んで、イスラム教の聖地というと、メッカが有名なんですけど、メッカは、そのジェッダから南にあるんですが、もうイスラム教徒じゃないといけない町なんですね。でもジェッダより北にあるマディナという町は聖地とも言われてて、イスラム教徒でなくても行けるそうなので、その町を訪問します。次サウジアラビアのジェッダから、エジプトのカイロに飛びます。ピラミッドとか、そういう有名なものを見ようと思ってエジプトのカイロを選びました。でそこからトルコのイスタンブールに飛んで、この第1期っていうのはそこでおしまいですね。イスタンブールの街は何も巡らず、第2期でイスタンブールは行こうと思っています。で今回はだからイスタンブールから日本に戻ってきます。それで全泊入れて15日という感じです。そしたらパッキングに次移ります。グレゴリーのコンパス40です。このリュックは入れる場所がこのトップの部分と後ろの部分、このメインの入れるところ、の逆サイドにもこうポケットがあります。忘れ物を防ぐためにいつもと同じ手順で行こうと思ってます。まず、いつもトップに躍り出るのがこのちいかわちゃんです。でこれには有線イヤホンが入ってます。金具のところにでこれつけて、でこの、トップの部分次入れますね。トップの部分は入れるところとメッシュ部分に分かれています。でメッシュ部分にまず入れるのがクレジットカードを2枚ですね持っていきます。このメッシュに入れて、
で、こちらの小さい財布ですね、日本円とプライオリティラウンジのカードが入ってます。で日本円をねちょっといくら持っていこうかな迷うんですけど、一応6万にしました。現地でなるべくクレジットカードを使って下ろそうと思っているので、この現金はなるべく使わずに置こうとは思っています。でこれは現地で使う用のお財布です。いつもこれに入れてます。これを成田でルピーに変えようと思って用意してるんですが、2つに分かれてて、いつもだから小銭をこの前面ポケットに入れて、でお札をこっちに入れてガバッと開くから分かりやすいです。でこれをここに入れます。なんかこのメッシュの部分はクレジットカードのケースと、この現金が入っている財布ですね。パスポートをですね、マスクとでパスポートをですね、自分のかチェック一応します。リップとボールペン。この前タヒチにいた時まあ良かったので、携帯する歯磨きタブレットっていうのを持っていきます。機内食を食べた後に口の中気になったらこれ使おうと思ってます。上の部分に入れます。このポーチいつも街歩きとか外に出かける時にも持って行ってるんですが、コンパクトですね。ミラーと口紅が1本入ってます。これに入れます。で次が下ですかね。ここは鍵、あんまり使ったことないんですけど、いつも紹介して鍵が2個とワイヤー。今回ひょっとしてそういう事態が発生するかもわかんないですが、ここに入れてるこのゴミ袋は例えば直にこのリュックを置かれると嫌な時にこのゴミ袋に入れて預けようかなといつも思ってここに入れています。でこれをここの下に入れて、でここは汚れ物をどんどん入れていく場所なので、その汚れ物を入れる袋がこれですね。エコバッグです。でこれに入れて汚れ物を運びます。後ろを閉じたら次メインの方に移ります。でメインのところにまずこの小さいメッシュのところに入れるものなんですが、ソーイングセットですね。これ割と役立ちます。ソーイングセット入れて、前タヒチに行った時に虫除けシートこれが残ってるので、南インドとかいるかなとか思うし、これを入れます。後で紹介するんですが、液体類を入れてる袋があるんです。それが破れた時にいつも予備で持っていこうと思ってて、その中にこの風邪薬、私マウスピースをするので夜寝る時その洗浄壁とこれですね、喉すっきり飴、喉痛めたら飲もうと思ってこれを入れます。でここに入れる織物シート、もうこれは適当にいつもパッと取っていきたいのでバラバラに入れておきます。織物シートをして下着の洗濯を減らそうと思っています。ティッシュ2枚とこのティッシュケース、ここにもティッシュ入ってるのでこれいるかな。でもちょっと一応持っていきます。これでいいですね。ここ持っていく服ですが、まず T シャツが2枚ですね。白の T シャツと、いつも着ているGU の T シャツです。でデニムがもう1本、だいたい部屋着にすることが多いんですけど、黒のシャカシャカのズボンです。だから飛行機とか、帰りはこのズボン履いて帰ってこようかなと思っています。これが水着なんですけど、この前タヒチでも着てた、上と下ですね。ちょっと泳げるかどうかわかんないんですけど、南インドのプールで着れたらいいと思うのと、あと着れないとしても下着になるので水着持っていきます。でこれは水着とセットのショートパンツですね。この風呂敷に包もうと思っています。前回タヒチで
結び目がかさばるからやめようって言ったんですけど、今回サウジアラビアに行くので、ひょっとしたらこれで何ですか、サウジアラビアの女性が髪の毛隠すに使えるかなと思って、この風呂敷持っていきます。底にしましょう。液体系のポーチの中にはちょっとしたメイク道具、デンタルフロスと、石鹸を一つ入れてます。でこれが液体類、いつもとそんなに変わらないです。これがコンタクトの液で、化粧水、リンスの予備ですね。リンスのねないところが割と多い印象です、海外で。コンタクトのケース、ここにも入ってます、ワンセット。2週間のコンタクトなんで、この予備をもう1個って感じです。ヘアオイル、メイク落とし、大丈夫です。でこの水物入れます。下着類いつもこの巾着に入れてます。靴下が2枚、パンツが1枚で、靴下すでに1個履いていくので、合計で靴下は3足で、パンツは、水着入れたら3枚ですね、履いてるのと、ここに1個入ってるのと水着、これ入れるの忘れた。歯のリテーナーをさっきのちっちゃいポケットに入れますと、メガネケースですね。こっちの巾着に別に分ける必要はないんですけど、巾着2つあった方が落ち着く。レッグウォーマーを入れてます。南の島ってショートパンツ履いた時に朝とかちょっと足だけ寒い時があるんです。でその時にこのレッグウォーマーをします。ケーブル類、今回新しく加わったんが2つあるんです。うちの1つがプラグなんですが、1回プラグで失敗したことがあって、スイスなんです。フランスとか韓国とかはこの SE タイプでいけるんですけど、スイスが微妙に幅がね広かったんですよ。それでいけなくってちょっと慌てたことがあったので、他いろんな世界のプラグに対応できるいうことで、よくコンバーターとかって角いのが売ってるんですけど、私はどうしてもやっぱりこのポーチに入れて収めたかったので、このもう薄っぺらいのを選びました、ケーブル3本入ってます。で入れて、今回はパリでスリ防止のために持っていったこのカバンにしようと思って用意しました。ちょっとその辺は気をつけた方がいいと思うので、前から下げるこのカバンにします。あとメガネケースですね。メガネケース、これがパリでも使ってたスマホホルダーです。これを首からかけてスマホをつけて使います。メッシュのポケットのところに入れます。メッシュポケットまだ忘れ物があった。ゴーグルメッシュに入れておきます。パソコンのケーブルですね。パソコンのケーブルをここに入れます。でここを閉めます。メインのこの逆サイドなんですが、こう入れるスペースがあって、バッテリーですね、1万アンペアと4800だと思うんですけど、ホテルで充電すればいいんですけど、街歩きとかしてカメラとスマホとか持ってたらバッテリーなくなると気になるので持ち歩き用ですね。で歯ブラシです。歯ブラシと、チューブ、エコバッグですね。スヌーピーのいつも持ってます。これ便利です。これもここに入れて、そして書類を持っていきます。スマホが何かトラブルで使えなくなったり、ペーパーを見せた方が早いっていうこともあるので、まずこれがインドのビザ申請書なんです。実は電子申請が間に合わなくって、そういう面談のことは先延ばしにしてたら、ふとやろうと思った時に1日間に合わなかったので、そしたらインドは空港でもビザ申請できるらしいので、このアプリケーションに記入しといて空港でビザのお金払うという形ができるそうです。
エジプトのビザは電子申請したんですけど、メールでそのビザ自体がこう送られてこなかったんです。だからペーパーで印刷してます。でサウジアラビアもビザがいるんですけど、メールで PDF という形で来たので印刷してないです。とこれが世界一周航空券の航空券っていうか昔はそういう券そのものがあったらしいんですけど、今全部電子上でやるので券自体がないんです。でもちろんそれもスマホに入ってるけど、それがダメになった時とかはもうこの紙を見せてしようと思ってます。この書類をここに入れて、今回新しい仲間というかさっきのプラグともう一個あるって言ったのがこのパソコンなんです。前使ってたデルのパソコン、1年ちょっとしか経ってないんですけど、トラブルがあって先月修理出したらそこでちょっとデータが全部飛んじゃって弁償するっていうことになって、パソコン代を返してもらったので新しいのを買いました。でこれが前は14型やった13になって 300g 軽くなったんです。でこれ閉めて、で今回傘は持っていきません。傘いつもねこの下に入れるんですけど、折りたたみ傘そんな降らないことなんで、あとスマホとカメラスタンドを入れます。で私の格好は赤のチェックのシャツとダーシャツ、ブラトップ、こういうフードですね。水入れるの忘れた。水持っていきます。であとこのアウターですね。風通さないのでこれに帽子をかぶって、あと末端冷え性というか手先すごい寒くなって、で黒のズボンですね。こんな感じで行こうと思ってます。そしたら、このリュック何キロか測ってみます。00やね。自立してんの。全然軽いな。7.4 です。カバンの重量を測ったら 7.4kg やったんで、ちょっと入れるか入れないか迷った分が実はあったので、それを足そうと思います。で足すものはサンダル、ちょっとがっしりしてるサンダルなんで重量があるんですけど歩きやすいし、これ持っていきます。忘れてたと思ったのがスリッパ、ルームスリッパなんですが、これを持っていきます。これもタヒチに持っていった本なんですけど、押し花でまた何かそういう押し花ができたらと。実は測った後に家にお醤油がないことに気づいて、醤油買いにスーパーに行った時にこれも持っていこうって思ったのが、ちょっと現地でお世話になった人とあげるお菓子、この2つある巾着のレッグウォーマーだけなんで、これをこうも一緒にして、でここにお菓子を持っていこうと思います。でこれを入れて、さっきの荷物に足したのがスリッパとサンダルと文庫本とお菓子4点足しました。このリュック測った時に 7.4kg やって、追加分4点ですねの重さが 0.6 あったので合計 8kg の重さです。追加してもタヒチの時よりは軽いのでこれでいこうと思います。そうや、もう1点忘れた。ハンカチを1個持っていきます。これもこの上に入れておきます。そしたらご質問についてなんですが、注射は受けたか、クレジットカードを何を使っているか、保険は入ったかですね。まず注射は受けてないです。ネットで調べると特にインド、エジプトも何も出なかったので受けてないです。クレジットカードはここに2つ今持ってるんですが、去年の1月に入ってマイルをすごい貯めたっていうのはこのアメックスのアナゴールドカードです。でもう1枚持ってるんですけれども、それが JAL のゴールドカード。これは去年の9月に入りました。この2つのゴールドカードの違いなんですけれども、アナの方はスターアライアンス系のマイルが貯めていくことができて、 JAL の方はワンワールドグループのマイルが貯めることができるんです。今回そのワンワールド系の飛行機も乗ることが
何回かありそうなのでカードを新しく作りました。で年会費が割とゴールドなので両方高いんですが、アナの方が年間34,100円、 JAL のゴールドカードは17,600円。年会費も高いのでアナのゴールドカード今月更新をせずにおこうと思ってたんですが、2つのカードに海外旅行の保険がつくんです。保険も別途で入ると5日の期間だと1万以上するので、保険に入ったと思って継続しようと決断しました。だから3つ目の質問の答えですね。保険は入っていません。カードがカバーしてくれると見込んでいます。質問に関しては以上が答えなんですが、安全に関することで日本の外務省が作っている旅レジっていうシステムなんですけど、自分の行く予定地と、期間を入力しておくと緊急時の連絡、安否確認、支援等が受けられるんです。私3ヶ月ほど前に登録を終えてるんです。3ヶ月の間でも例えばクリスマスとかで花火とかあげるから危ないし、近寄らないでくださいとか、パレスチナ問題とかに対しての抗議運動が行われる予定ですので、近寄らないようにしてくださいとかいう情報をいくつかその3ヶ月の間にも受け取っているので、そういうのを受け取ることによって現地の状況が分かったりするので、登録しておく方が安全に対して気を配れると思うのでおすすめです。たら、今日また夕方三宮の方に向かいます。次はその三宮のホテルでカメラ回そうと思いますので、ではまたお会いしましょう。